1983年9月3日早朝、東京都武蔵村山市に住む22歳の S さんは一人で水垣山に登ってくるね。山小屋で一泊するから帰ってくるのは明日ね。と両親に告げ、一人で水垣山に登山へ出かけます。登山日程は日帰り可能なコースを計画しますが、初日に富士見平小屋で一泊するという余裕を持った当半計画。翌日の9月4日に自宅に帰宅するという1泊2日の行程です。帰宅予定日が過ぎても帰らず、不審に思った両親は警察へ捜索願いを出します。当初、警察は遭難、自殺だろうと思い、十分な事件捜査を行いませんでした。ご両親が集めた様々な状況証拠から、警察が捜査に動き出し、富士見平小屋の近くで S さんの遺体を発見。その後、事件は思わぬ結末を迎えます。水垣山は山梨県北部、高麗郡須玉町にある標高2230メートルの山で、奥秩父の山域の主役の一つであり、日本百名山の一つにもなっている山です。水垣山はとても眺めが良く、登山口から3時間ほど登ると、金峰山や富士山、南アルプス連峰が見えてくる、比較的登りやすい山です。1983年9月3日、午後4時頃、順調に登攀を楽しんだ S さんは予定通りに、富士見平小屋に宿泊。これが悲劇の始まりでした。結果的には富士見平小屋近くの北東300メートルの登山道のもと、100メートルの雑木林で腐乱死体となり警察に発見されるのです。1983年9月4日夜、帰宅予定日の夜になっても、S さんが帰ってこないことを心配した両親は、山梨県警韮崎署に捜索願いを提出。両親は諦めることなく、自らの手で娘を探そうと奮闘します。S さんが宿泊した山小屋の名簿を入手した両親は、名簿に記載があった宿泊者にこの写真の女性を見ませんでしたかと、写真を見せて回り、小さな情報でもあればと必死で捜索します。9月19日、警察の捜索隊は、水垣山の中腹付近にある富士見平小屋近くの北東300メートルの登山道のもと、100メートルの雑木林で腐乱死体となり、変わり果てた姿の S さんを発見します。遺体が見つかった後も両親はどんな些細な情報でもいいのでと、娘に起こったことを知ろうと必死で聞き取りを続けます。そしてある日、富士見平小屋の付近でキャンプをしていた登山者から、女性の叫び声を聞きましたとの証言を得ることができます。両親はこの証言を山梨県警韮崎署へ提出。山梨県警韮崎署は、ようやく事件性があると判断し、他殺と事故の両方から捜査を開始します。警察は遺体発見場所の近くの富士見平小屋の管理人である50歳男性の T に事情聴取を行います。T は S さんが9月3日の16時頃に富士見平小屋に来たが、その後17時頃に若い男性が S さんを連れ出し、そのまま帰ってこなかったと証言します。警察の事情聴取を受けている間、狼狽してあまりの落ち着きのない T さんの様子に、山梨県警韮崎署の捜査員は T に対して不信感を抱きます。不信感を抱いた捜査員は T に対し一層厳しく事情聴取を行います。すると S さんが富士見平小屋にやってきた9月3日のみ、宿泊名簿をつけていなかったことが判明します。また以前に富士見平小屋を利用したことがある別の女性の登山者からは、T に性的暴行を受けそうになったことがあるとの証言を得ることができます。さらに別の女性の登山者からは、富士見平小屋に宿泊した際、T に性的暴行を受けそうになり、富士見平小屋から逃げ出して、別の山小屋へ助けを求めたという証言もありました。9月23日早朝、警察は T が S さんを殺害したとみて任意同行。T は若い男の存在を主張し続け、容疑を否認し続けます。その日の夕方、T はようやく S さんの殺害を認め、逮捕されます。逮捕後に判明した事件の詳細は次の通りです。9月3日午後9時20分、山小屋に泊まっていた S さんは就寝前にトイレのために外へ出ます。それを見ていた T は S さんを性的暴行を加えようと考え、100メートル西の山林へと S さんを引きずり込みます。S さんは激しく抵抗。T は S のシャツの襟首を強く引っ張ります。そこが坂道だったため、S は首を吊った状態になり窒息死してしまいます。9月4日午前5時30分、T は S を遭難死に見せかけるため、
遺体を担いで現場から100メートル離れた遺体発見場所となる窪地に遺棄します。さらにその後、他の証拠を消すため、S のリュックや服を燃やします。そしてその後は何食わぬ顔で山小屋の管理人として過ごします。以前から富士見平小屋で女性にいたずらしたとの噂があり、地元の人は女性登山者に対して、富士見平小屋には泊まらない方がいいよと注意する人もいました。そんな T の卑劣な毒牙にかかってしまった S さんが気の毒でなりません。1983年11月17日午前、この事件に対する初公判が甲府地裁で開かれます。起訴状朗読の後、罪状認否で T 被告は本当です。起訴事実を認めます。1984年6月5日午前、裁判長は T 被告に懲役12年を言い渡します。判決で同裁判長は、山小屋の管理人としての立場を忘れた悪質な犯行だ。暗い山中で信じていた管理人に乱暴され、死後2週間も放置され、変わり果てた姿で発見された被害者の恐怖、無念はさしてもあまりある。T 被告に改心は見られず、事件が山岳関係者や社会に与えた衝撃も大きいと述べます。一方弁護側は同日、控訴。1984年10月甲府地方裁判所は弁護側からの控訴を退け、懲役13年の刑が確定します。罪状は、婦女暴行致死や死体遺棄です。被告 T が被害者へ性的暴行を加えようとしたが失敗し、そのため殺害するという身勝手な行動によって、一人の若い女性が亡くなったことを重く見た結果となります。実は今回の殺人事件が発生する4年前の1979年7月7日にも、登山をしていた2人の若い女性が行方不明となり、1ヶ月後に白骨化した遺体となって発見される事件が発生しています。今回の殺人事件の被害者となった別山の登山ルートと、2人の若い女性の登山ルートが同じであり、行方不明からしばらくしてから遺体となって発見された点についても類似しています。山梨県警韮崎署は、4年前の事件にも T が関与しているのではないかと追及しましたが、この事件に関しては証拠もなく立件は見送られています。以上今回は山小屋 OL 殺人事件を紹介しました。